Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。りょうです。で、今回はイースターにちなんだ食べ物紹介編です。はい、スタート！はい。で、クリスマスやハロウィンなど、現在の日本で一般的に行われているイベントが、たくさんあると思うんですけれども、最近ちょっと人気になっているのは、認知度が上げているのは、イースターです。で、今回はせっかくなので、ちょっとイースターについて紹介していきたいと。そうだね、近いからね。近い。で、イースターはクリスト教の行事です。りょう、なんかイースターについて何か知ってる？もう全然知らない。っていうか海外に住んでたから、商品もある程度見たし、見たぐらい。これも食べたことあるけど、なんか全然わかんない。何みたいな。イースターって何みたいな。イースターって直訳すると、復活祭？復活祭？そう。だから、イースターが復活しましたみたいなイベント。だから今回は、肉が好きなイースターにちなんだ、食べ物を紹介していきたいと思いますので、料理にちょっと食べてみて。そうだね。買ったことないし、食べたことないから。そうだよね。楽しみ。だから楽しみだね。それでは、行きましょう。はい。それでは、まずはこちらです。一つ目ですね。一つ目です。で、これが、イースター、ネスト、イースターチョコレートネストっていうんだけど、ネストは、鳥の巣って感じ。こんな感じです。でネストは、鳥の巣っていう意味なんだけど、鳥の巣っぽいね。そう。だからこれシリアル、コーンフレークというシリアルで、チョコレートを溶かしてで混ぜて、でこんな形にして冷やすみたいな。でその上にスーパーで買えるもうちっちゃいミニエッグっていうんだけど、でもこの中のこの薄いピンクとイエローの鳥の巣に卵2つ。卵2つみたいな。はい。乾杯。じゃあ食べていい？どうぞ食べてください。でもすごいがっつりだし結構大きい。日本にチョコフレークっていうお菓子があるの。ですっごいその味がする、そのままなんだけど、で懐かしい。これのコーティングされたやつが袋に超入ってて、でそれよく食べてた。だからすげえ懐かしい。ある意味お互いにやるある意味でもすごい好きだから、好きだったからさ、懐かしい。これはね、普通にスーパーで買えるんだけどさ、でも自分で作れるし、その材料はもうシリアルとチョコレートとこのちっちゃいエッグ。だからよく僕ちっちゃい時はそのイースターの前の土曜日とか、おじいちゃんとおばあちゃんの家行って、でこのネスとチョコレートをよく作ってた。そうもうすごい簡単だし、だって子供4歳5歳でもこれ普通に作れる。高齢だもんね。高齢餃子。そう。日本にもあるからさ、別にそんな。一品目美味しいし、ネスト来年もね鳥の巣ネストでした。はい。でその次はこちらです。こちらはホットパン。ホットクロスパン。でも食べたことあるよ。ホットクロスパンはイースターといえばこの十字。十字は何？の十字は十字架？十字架の十字。そう。書いてあるから、イースターといえばこれって感じだね。大体パンにレーズンとシナモン。シナモン。そう。シナモンの匂いがするんでしょ。でも僕ちっちゃい時によくバター塗って少し温めてバター塗ってよく食べてたんだけど、今回はそういう食べたことない。だからどうぞ。いただきます。でね、ジャムとかは塗らないの？ない。だってレーズンが甘いからさ。そっか。で
なんか僕日本に住んだ時はさ、なんだろう、そのなんか恋しいものは何ですかってよく聞かれた、もう日本人友達とか、でなんかまあなんだろう、そのまあ紅茶、とこれもうホットクロスパンがすごい恋しくなって、なぜかそう春になったらすごいホットクロスパン食べたいなと思って、で一回なんかお母さんに送ってもらったの。食べていい？どうぞどうぞ食べて。どうして食べたのこれ？何？イースターだから友達は？なんかカフェで働いた時に、そこのカフェがなんかホームメイドベーカリーじゃあだったから、そのイースターに来てなった時に、なんかめちゃくちゃなんかそのお客さんも買いに来るわけよ。だからもうめちゃくちゃ作ってもう焼きたての売るみたいな。でもなんか、美味しい。普通になんかもうなんかもうバターは少ししょっぱいからさ、でレーズンが甘くて、だからちょうどバランスがよく取れてるみたいな。まあ今まで肉が紹介したお菓子、ビスケットとか、大体それアフタヌーンティーに食べるんじゃない？これも？でもこれはどっちかっていうと、まあ朝ごはんなんだろう、その日曜日の朝、朝起きてでシリアルの代わりにこれを食べるみたいな、そういうイメージ、僕はそういうイメージ、個人的なイメージなんだけど、そう今もう久しぶりに食べたら、そういう思い出が。でもさ、送ってもらう、まあでもあれだよね、お気に入りってことで送ってほしいぐらい食べたかったってことでしょ。もうお気に入りなのね、そのパンは大好き。へぇ、知らなかった。そうまあね、だからまあイースターといえばこれみたいな感じ、イギリスだけではなくて、その英語圏の国に住んでる日本人、外国人はさ、そのスーパー行ってこういうパンとか、あとイースターエッグとかよく見かけると思うんだけど、このパンは何なんだろうみたいな、買わないじゃん、知らないと、そのナチュラルがないと買わないじゃん。確かになんで十字架なんだろうみたいな。そう、まあ十字架っていうか、今言われる十字架なんだろうっていうか、バツパン、そうそうそう。だから今回はまあイースター、私的にイースターといえばこれみたいな感じだから、まあちょっと皆さんに、あと寮にちょっと紹介してみて、だからそういうことなんだって、で今度まあちょっと買って、そうだね、で食べてみて、ちょっと経験としてね。そう。日本では多分まあ見ないかもしれない、あるとこあるかもしれないけど、多分こっちは手軽に安く買えると思うから。1ポンドもしないと思う。しないでしょ。75p とか。まあ機会があればぜひ食べてみてください。美味しかった。肉が大好きなホットクロスパンでした。はい、じゃあラストということで、ラストでじゃじゃん、これでーす。まあもうエッグだね。エッグさんにもうちょっと開けてみる。もしかしたらさ、みんななんかお店で見たことあるけどさ、お店見たことあるけどさ、なんか買ったことない。なんかエッグなんだみたいな。いいね。だいたいこんな感じ。なんかこの箱の中に、まあもちろんこちらのイースターエッグです。こんな巨大なエッグが、そう、拳以上あるよ。そう。あとはまあ今回はとあるイースターエッグを買ったので、まあこのパッケージの中に、ボックスの中にこのトワールというチョコレートが入ってます。ヒントがあると気になっちゃうよね。これ置いといて、今回はメインこちらです。このエッグです。差し上げます。軽いよ。軽い。なんかこの間お菓子と撮影でさ、なんだっけ、クリームエッグはクリームエッグの方が重いんじゃねえのみたいな。クリームエッグの方が重いと思うよ。これはもう軽い。口どうぞ。初めて開ける。楽しい。すごいね。やばい。なんかカトリーズというチョコレートメーカーの名前も書いてあるし、すごいね。見て、やばくね。やばい。巨大なエッグ。やばい。溶けちゃうよ。ほら見て。超でかいの分かるでしょ。超でかい。でどうしたらいいのこれを。なんか、パーンってやる人もいるし、あとまあできるだけもう綺麗に割る人ちょっとそう。綺麗に割ってみるね。
全然ダメなんだけど。ああ、もうカスってやって。もう。あ見て。微妙な殻でした。何もいませんでした。そりゃそうだよ。なんでこれ。これでもう子供さんたちはすごいがっかりしちゃう。がっかりしたよ俺も。そう。なんか普通だったらここになんかさめちゃくちゃさ、いや卵入ってそんな甘くないなんかわそうだがっかりしちゃうわ。なんだ違うの。今もうチョコレート。普通の。ミルクチョコレート。でもこれはカドリーズのミルクチョコレートだから。の。なんなのそのカドリーズってイギリスの一番有名な。あ、そうなんだ。で、まあ大体その子供さんたちが自分がなんだろう。一番好きなチョコか、その自分が好きなキャラがついて、例えば、まあ、トーマス、そういうね、そのパッケージに大体ついてるから、で自分が例えばそのおばあちゃんとかおじいちゃんに今年はなんかエッグどれがいいですかって、でじゃあ今年はニックは結構ピカチュウポケモンにハマってるから、じゃあポケモンのイースターエッグ買ってあげるって感じ。これはちなみに5ポンド5ポンドくらいかな。でもやっぱなんかその高いメーカーだと少し値段少し高くなるんだけど、まあでもこれまあ定番というか、一番まあ分かりやすい誰でも馴染みのあるチョコレートだから、まあそうだね、普通。まあなんかいい経験。まあちょっと残念だったけど、あげてないもん入ってないよかったんじゃないだってこれを食べて残念な結果って何？いやだって普通なんか入ってると思う。なんか一生懸命さちょっとビビりながら開けたのにさ、なんもねえんだから。はいはいイースターエッグでした。まあ今回そのスーパーでよく見かける商品とか、イースターにちなんだ食べ物をちょっと紹介してみたかったので、まあそうだね。これでちょっともしかしたら俺みたいに知らない人がたくさん知れたからよかったんじゃない？だからもし機会あれば、もしくはちょっと興味があったらぜひちょっとチャレンジしてみてください。はい、します。はい、友達も多分友達に教えます俺は。そういうことねぜひぜひ。それではまあそうですね、これからもうどんどんそのまあイベントとかいろいろ紹介していきたいと思うから、もしよかったらまあチャンネル登録とまあいいねをよろしくお願いします。それではまた次回でバイバイ。